内発的動機を高める価値観の発見ということで、今回はお話をさせていただければと思いますね。この価値観ね、英語で言うとバリュー、要は価値を何に見出すかということなんですけどもね、これを特に今のような先行き不透明な時代に自分自身の内面を振り返って内省をしてですね、きちんと捉えておくっていうことは非常にこれ重要なタイミングかと思いますのでね、今日はそういったご紹介をさせていただければと思います。このバリュー、価値観っていうのはどんなものかというとですね、一生を通して自分自身の一生を通して守り抜きたい状態のことを価値観、バリューというふうに言いますね。ですので例えば勇気とか探求心、それからあと経済的自立等々ですね、若干抽象的なキーワードですけれどもね、価値観ですね。こういうものがあるとですね、自分軸が作れますのでね、危機クライシスに強くなるということなんですね。とはいえいきなりこの価値観を発見するのはなかなか難しいところもあると思いますのでね、最初のうちはですね、例えば物とかことでも構わないと思いますね。こういうものを身につけている、持っているとかね、こういうことをしているとか、それでも構わないと思いますね。でこういったものが明らかになってくると結果的に、内発的動機ね、ご自身の仕事への取り組み姿勢というのが高まっていきますということです。でこの価値観を発見するためにまずやらなければいけないのは自問自答ですね。できれば静かな環境に身を置いてですね、最近ですとインターネットなんかにも価値観のリストっていうのがありますので、ちょっとそういうものでもざーっと見ていただいて、でそんな中で自分にとって大切なことってこういうことだなっていうのをいくつかピックアップをしていただくね、選ぶっていうのが一番最初はやりやすいかなと思いますね。でいくつか価値観が選べたら今度は優先順位付けをする。実はこれが案外重要なポイントなんですね。優先順位をつけるということはですね、絶対価値観を発見するということなんですね。すなわち誰にとってもですね、これだけは譲れないっていう価値観があるはずなんですね。だからそれを探してみましょうよということなんです。効果的な質問はどういうものかというとですね、例えばね、お金より大切なものって何だろうかということですね。よくこういう価値観を発見しようとするとですね、お金ね、もちろんお金重要ですね。それを否定するつもりは全くないんですけども、本来的に言うとお金っていうのは何かを達成するための手段であって究極の目的ではないわけですよね。ですから先ほど価値観を自問自答していくつか選んだ時に、じゃあお金より大切なもの、優先順位付けをした時にどんなものがあるんだろうかっていうことを考えてみるっていうのは一つのヒントになろうかと思います。あるいはもっと極論で言うとですね、自分の命よりも大切なものって何かあるだろうかと。いやこれありますね。例えばお子さんのいらっしゃる方であれば、子供なんていうのもそういうところに入ってくるかもしれませんしね、他にもあるかもしれませんね。あるいは家族よりも大切なものって何なんだろうかみたいなですね、普段あまり考えたことのないような問いを発することで、自らのですね価値観の優先順位が鮮やかに決まってくるんですね。でこの優先順位をつけるとどういうことが可能になってくるかというとですね、私たち人生の中ではいろんな岐路分かれ道がありますね。でそんな中で、いくつか重要な選択をしていくわけですけれども、そういったものもですね自分自身納得をして選択ができると、すなわち自信を持って選択ができるということなんですね。例えば人生の岐路ってどんなものがあるかというと、例えば就職ね、あるいは転職ね、あるいは引っ越しっていうのもひょっとしたらそうかもしれませんね、あるいは結婚ね、あるいは運悪く離婚っていうのもあるかもしれないんですけども、こういったものもですね価値観を発見をしておくと、自分自身で納得をして選択ができるということなんですよね。
これはですね、ワークエンゲージメントの向上にもつながっていきますということですね。ワークエンゲージメントっていうのは仕事で楽しく結果を出すということですね。内発的動機っていうのは要は自分自身の仕事のやりがいとか成長とかそういうところに見合った仕事なのかどうなのかっていうことを常にやっぱ自問自答していくことによって成長につなげていきますのでね、結果的にこのワークエンゲージメントの向上にもつながっていきますということです。以上、内発的動機を高める価値観の発見ということでご紹介をさせていただきました。